今回の議題は、新型コロナウイルスワクチンとがんの潜在的な関連性ですね。具体的にはウイルスのスパイクタンパク質が、私たちの体でがんを抑制する非常に重要な働きを持つ P53 というタンパク質、この機能を妨げる可能性があるというブラウン大学の研究者たちによる実験室レベルでの研究結果が一つの出発点になります。そうですね。その生物学的なメカニズムの可能性を示す研究と、ワクチン接種後に通常では考えられない速さでがんが進行したという世界中からの症例報告、これらを我々はどう受け止めるべきなのか。本日はこれらの初期シグナルを深刻に捉えて潜在的リスクを解明するために今すぐ大規模な研究を始めるべきかという問いを軸に2つの視点から掘り下げていきたいと思います。私は予防原則の観点から早期の大規模研究は急務であるという立場です。私はですね、現在の証拠はまだ予備的で、因果関係を示すにはあまりにも不十分だと考えています。時期尚早な大規模研究というのは不必要な社会的混乱を招きかねない。だからこそより慎重なアプローチが必要だという立場で、議論に参加します。ではまず私がなぜこの問題をこれほど重要視しているのか、その根拠からお話しします。2024年にオンコターゲットという科学雑誌に掲載されたザンとエルデイリーによる論文が全ての始まりなんですね。この研究が示したのは非常に衝撃的な内容でした。実験室で培養したがん細胞に SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質を作らせたところ P53 の働きが、目に見えて弱まったんです。少し補足させてください。この P53 というのは細胞ががん化するのを防ぐためのいわばゲノムの守護神とか細胞の緊急停止ボタンのような存在ですよね。 DNA が傷ついた時にそれを修復するか、あるいは修復不可能なら細胞を自死に導くことでがんを防いでくれる。まさにその通りです。その最も重要な防御システムはスパイクタンパク質の存在によって機能不全に陥る可能性がここで示されたわけです。実際に研究では DNA にダメージを与えても P53 が本来起こすべき反応が鈍くなって、結果として抗がん剤を使ってもがん細胞が生き残りやすくなっていた。これは単なる仮説ではなくて実験データに基づいた具体的なメカニズムの提示なんです。で、これだけじゃない。2026年に同じくエルデイリーらがまとめた包括的なレビュー論文では世界27カ国から333例ものワクチン接種後に急速に進行したあるいは非常に稀なタイプのがんの症例が集められています。リンパ腫、肉腫、脳腫瘍の一種である膠芽腫など臨床医がこんな進行の仕方は見たことがないと首をかしげるようなケースです。一つ一つは逸話かもしれません。でもこれだけの数が似たようなパターンで報告されている。これはもはや偶然として片付けられるレベルではなく明確な安全性のシグナルだと私は考えます。メカニズムの可能性と現実世界での警告、この2つが揃った以上、公衆衛生を守る責任として長期的な観察を待つんじゃなくて今すぐ大規模な調査に乗り出すべきなんです。おっしゃる懸念は理解できます。ただその根拠となっている2つの柱、つまり実験室の研究と症例報告の解釈について私は全く異なる見方をしているんですね。まずザンとエルデイリーの研究ですが、これは非常に重要な点としてあくまでインビトロ、つまり生きた人間の体の中ではなく実験室のシャーレの中で行われたものだということです。しかも培養されたがん細胞に人工的に遺伝子を導入してスパイクタンパク質を大量に作らせるというかなり特殊な状況下での結果です。これが複雑な免疫系とか代謝系を持つ人間の体内でそのまま再現されると考えるのはちょっと飛躍があるんじゃないでしょうか。著者たち自身も論文の中でこれは予備的な観察でありさらなる研究が必要だとかなり慎重な結論を出している点は見過ごせないと思うんです。でもそのメカニズムの可能性が示されたこと自体が重要なのでは？もちろん科学的な探求の出発点としては興味深いですよ。ですがそれが直ちに現実のリスクに結びつくわけではない。で、次に世界中からの症例報告ですが、これこそ因果関係の証明からは最も遠いものです。考えてみてください。世界で何十億回という人類史上前例のない規模でワクチンが接種されたわけじゃないですか。そうなると接種から数週間後、数ヶ月後にがんが診断されるというケースは統計的な偶然として必ず相当数発生するんですよね。そこに因果関係がなくても時間的に近いというだけで関連があるように見えてしまう。さらに報告バイアスという問題もあります。つまりごくありふれたがんのケースは誰もわざわざ報告しませんが、ワクチンを打ってら急にガンといった珍しいあるいはショッキングに見えるケースほど医師や患者が声を上げやすくなる。
結果として稀な事例が実際よりもずっと多く存在するかのように見えてしまうわけです。レビューで引用されている韓国やイタリアの大規模な人口調査ですら、著者たちは因果関係を推論するには注意が必要だと釘を刺しています。パンデミックで検診の受診率が変わったとか、そういったワクチン以外の要因、いわゆる行楽因子の影響は排除しきれないからです。不確実なシグナルをもとに大規模研究へ突き進むのは、限られたリソースを無駄にして社会にパニックを引き起こすリスクの方が私は大きいと考えます。なるほど。その論理は理解できます。ただ、別の角度から見ると、メカニズムの妥当性はあなたが言うほど飛躍した話ではないと思うんです。スパイクタンパク質が P53 の旗書きを邪魔するという作用基準は具体的で生物学的に十分に考えられる話です。さらに、エルデーリーはもう一歩踏み込んだ仮説も提唱しています。例えば、子宮頸がんの原因となる HPV、ヒトパピローマウイルスの作るタンパク質が P53 を破壊することはよく知られていますが、スパイクタンパク質がそうした他のウイルス由来の因子と協力して P53 の機能をさらに低下させるのではないかと、これは特に過去にそういったウイルス関連のがんを経験した人にとっては決して無視できない視点のはずです。その仮説という言葉がまさに確信です。それはあくまで仮説の域を出ていない。最大の疑問は、体内でスパイクタンパク質が P53 に影響を与えるほどの量が適切な場所、つまり細胞の核の中に到達するのかという点なんです。実際にザンらの論文に掲載されている細胞の初診図 1C を見ると、P53 は主に核の中に緑色で光っているのに対して、スパイクタンパク質は主にその外側、細胞質に赤色で存在している。いわば P53 は社長室にいて、スパイクタンパク質は工場のフロアにいるようなものですよ。主な居場所が違うのに、体内で意味のあるレベルの直接的な相互作用が起こると考えるのはかなり難しいんじゃないでしょうか。それは短期的な視点ですよね。しかし、クーパー・ワッサーとエルディーリーのレビューでは、ワクチン由来のスパイクタンパク質が数ヶ月以上も体内に残り続ける可能性が指摘されています。実際に、転移した乳がん細胞の中からワクチン由来のスパイクタンパク質が検出されたという佐野氏による報告も引用されている。つまり、長期的に持続的にスパイクタンパク質にさらされることで、たとえ少量であってもそれが核の中にじわじわと入り込んで P53 の機能に影響を与える可能性は決してゼロとは言えないはずです。一過性の暴露ではなく、持続的な存在によるリスクを考慮すべきです。たとえそうだとしても、やはり症例報告や大規模データの解釈には極めて慎重になるべきです。レビューで触れられている米軍のデータを例にとってみましょう。確かにパンデミックとワクチン接種が始まった2021年以降、特定のリンパ腫の発生率が上がっているように見えます。しかし、報告書の著者たちは、これがワクチンと関係があるとは一言も言っていません。パンデミック中のストレス、生活様式の変化、診断機会の変化など、他の要因はいくらでも考えられる。これらは明確なシグナルというより、様々な要因が混じり合った解釈が非常に難しいノイズである可能性の方が高いのです。しかし、韓国の約840万人、イタリアの約30万人を対象とした大規模な人口調査の結果までノイズとして片付けてしまうのはいさすが乱暴ではないでしょうか。これらの研究では複数のがんで統計的に意味のある関連性が報告されています。もちろん行楽因子の可能性は著者も認めていますが、これだけ規模が大きく人種も異なる集団で似たような傾向がたとえわずかであっても見られるというのは、疫学的には調査を開始する十分な根拠になり得ます。特に韓国のデータで極めて予後が悪いことで知られる膵臓がんとブースター接種との間に関連が示唆されている点は決して軽視すべきではありません。何かがあるかもしれないという科学的な直感を働かせるべき場面だと思うんです。統計的に優位という言葉は必ずしも臨床的に重要だとか因果関係があるということを意味しません。それはあくまでこの関連性が偶然である可能性が低いということを示しているに過ぎない。そしてこれらの大規模研究の結論はどちらも緊急の対策が必要であるではなく、さらなる研究が必要であるという非常に抑制的なものです。科学のプロセスを飛ばして相関関係を因果関係だと短絡的に結びつけ世間に警鐘を鳴らすのは科学者として正しい態度とは思えません。まずやるべきは観察された関連性の裏付けを取るためのより厳密な基礎研究でしょう。例えばワクチンを接種した動物で長期的に P53 の機能が本当に低下するのかといった検証が先です。その考え方では手遅れになる可能性があるというのが私の懸念なんです。これは世界中の何十億という人々が接種した全く新しい技術を用いた製品です。そしてアメリカの FDA が出している公式な添付文書にさえ発がん性については評価されていないとはっきり書かれている。つまり誰も長期的なリスクを知らない未知の領域に私たちはいるわけですよ。
こういう状況でこそ深刻な結果を未然に防ぐために早期に行動するという予防原則が適用されるべきではないでしょうか。大規模な早期研究には2つの利点があります。もし本当にリスクがあるなら、それをいち早く特定し対策を講ずることができる。逆にもしリスクがないのであれば、それを科学的に証明することで今多くの人々が抱いている漠然とした不安を解消することもできる。何もしないで後からあの時調べておけばと後悔することのリスクも真剣に考えるべきです。それは説得力のあるご意見ですが、一方でその予防原則を不確な根拠に基づいて振りかざすことの危険性も考えるべきです。根拠の薄い恐怖を煽ることでワクチンによって得られることが証明されている利益、つまり重症化や死亡を防ぐといった確かな効果を人々が避けてしまうかもしれない。研究の緊急性を社会に訴えるという行為は意図せずしてワクチンはがんを引き起こすかもしれないという非常に強力で人々の心に深く突き刺さるメッセージを発信することになります。その社会的影響は計り知れません。かつて MMR ワクチンと自閉症を結びつける不正確な論文がどれほどの混乱とワクチン忌避による麻疹の流行を引き起こしたか、私たちはその教訓を忘れてはなりません。科学的な順序としては、まず仮説の角度を高めるためのより厳密な基礎研究や行楽因子をより精密にコントロールした疫学研究を静かに積み重ねること、性急な行動は科学への信頼そのものを損ない、結果として公衆衛生全体に悪影響を及ぼす可能性があります。それではまとめます。実験室で示された P53 の機能を抑制するという具体的で憂慮すべき作用基準、世界中から集まり始めているターボガンとも呼ばれる一貫した症例報告のパターン、そして韓国やイタリアといった国レベルの大規模なデータで示された無視できない初期のシグナル、これらは単なる偶然や報告バイアスとして片付けるにはあまりにも材料が揃いすぎている。私たちは未知のリスクに直面している可能性があり、公衆衛生を守るという責任の観点からこの問題の解明を最優先事項とし、大規模な研究を早急に開始すべきだと私は強く考えます。手遅れになってからでは遅いのです。私の立場を要約します。現在の証拠は、特殊な条件下での実験結果と、因果関係を証明できない逸話的な報告、そして行楽因子の影響を排除しきれない疫学データという断片的で予備的なものの集合体に過ぎません。これらは因果関係を強く示唆するレベルには到底達していない。科学的な厳密さを欠いたまま世間の注目を集める大規模研究へと前のめりに進むことは、貴重な研究リソースを浪費し、回復しがたい社会的な混乱を招くリスクが大きすぎます。まずは仮説そのものの妥当性をより基礎的でより厳密に統制された研究デザインで慎重に、そして着実に検証していくべきです。科学の信頼を守るためにも、私たちは感情ではなく確固たる証拠に基づいて行動しなければなりません。とはいえお互いの立場は違えど、スパイクタンパク質が体内で長期的にどのような振る舞いをするのか、そして P53 のような重要な細胞機能にどのような影響を及ぼしうるのかについては、さらなる研究が必要であるという点では意見は一致していますね。その通りです。その点に異論はありません。そしてクーパー・ワッサーとエルデイリーが論文の最後で提案しているように、感染後やワクチン接種後に発生した収容組織を手に入れた際に、そこにスパイクタンパク質が存在するかどうかを標準的に検査するというような病理学的なアプローチは、今後の因果関係の解明において非常に重要な手がかりとなる可能性を秘めていると思います。この問題に今すぐ白黒はっきりとした答えが出るわけではありませんし、しかし今日の議論が示したように、このテーマは科学的な視点と公衆衛生的な視点の両方から深い探求を必要とする複雑な問題であり、資料には私たちがさらに議論を深めるべき論点が数多く残されています。